こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、キノコ島とメサのバイオームを立て続けに見つけてしまいました。世界の法則をかき乱しちゃったわね。乱してないです。もう地図18枚目ですし見つかってもおかしくなかったんですよ。まあでも、ジャングルが見つかりにくいワールドではないかと危機感を抱いてます。ちなみに前方に見える山が砂利山でしたが、砂利山はすでに1箇所発見済みなので割とどうでもいい感じです。そうなるわよね。おっと、冷静に峡谷を回避です。油断できません。油断はできるできないじゃなくて、するものよ。なんですかその力強い油断は。さてそれから海に出て、6カ所目の海底神殿を見つけました。もうこの場所はワールドに降り立った地点から7キロは離れています。ということは、海底神殿はワールドのどこでも生成されると見ていいのかしら。そのようで、どうやら生成数を心配することはなかったようです。海を渡ったら寒い気候がありました。これで発見2カ所目となります。ぼちぼちポロッと樹氷表現が見つかってくれるといいのですが、突然変異のバイオームは生成範囲が狭くて探すのが辛いです。今の1キロ間隔の探索方法では見つけづらいものね。そして18枚目をあと少しで抜けるところで、また宙に浮く花を見つけました。もう珍しいと思えなくなってきたわね。でも花を真下から見上げる機会は貴重です。試しにパンチしてみます。なんでよ。あれ？アイテム化してないですよね。パンチしたからでしょ。花はそっと摘まないと。そんなこと言われても。さて、19枚目に入るとひまわり草原の先にボコボコした地形が出てきました。突然変異のサバンナ M か大地 M なのでしょう。迫力あるわね。冒険心をそそられるところですがぐっと我慢します。今の私は冒険者ではなく、建築系なんです。ジャングル伐採が目的だから林業系じゃないの？それにしても、やっぱりサバンナの突然変異はすごいです。個人的には一番好きなバイオームです。登りたいけどまだピラミッド建築がたった3層ですし、時間を無駄にはできないですね。まあ登るならせめてあの高さくらいまでピラミッドを建築してからね。サトウキビを回収してた近くに穴があったので、気まぐれに覗いてみたら、想像以上に深かったです。砂が崩れたら落ちれるかしら。出るじゃないです。この底に地下峡谷があるのでしょうか。まあ、崩したくなりますよね。水が張ってるし、飛び降りても大丈夫そうよ。大丈夫かどうかは問題ではないです。さて、サバンナの突然変異を抜けたら村がありました。懲りずにまだ寄るんだ。でもいい村でした。何の変哲もない上に大した取引物はなく、気持ちよく立ち去ることができます。村から1分ほどで今度は砂漠の神殿発見です。そろそろお宝回収飽きてきたでしょ。まあでも1箇所につき TNT を9個得られます。すなわちピラミッドに TNT を積む層を1段下げられるんです。他の希少ブロックを集めるのがその分楽になるわけね。ここではダイヤの馬鎧をゲットし、また一つアイテム欄が埋まりました。でもまだジャングル見つけても原木10個持ち帰れる空きがあります。で、4分後にさらに砂漠の神殿が。エメラルドでまたアイテム欄が一つ埋まりましたが、まだジャングル出ても大丈夫ですよ。アピールしてもジャングル出てこないわよ。さてそれから少し進んだところです。この花崗岩と石、どういう理屈で生成されたんだろう。普通なら砂岩になりそうなところよね。まあそれはともかく、なんかまたメサを見つけてしまったようです。まさか、単に前発見したメサがここまで広がっていただけじゃないの？そうだったらいいのですが、もしこれが一続きならば、このメサ2キロ以上東西に広がってることになります。
とまずメサの判断は未来の私に委ねるとして、20枚目に入ります。で、20枚目でまたメサが、これが一続きのメサなら2キロじゃなくて3キロ以上の広がりです。で、20枚目の最後でまた寒い気候を見つけ、東の遠征の最後である21枚目では、宝釣り通を取引する司書の村と、7カ所目の海底神殿を見つけた程度で終わってしまいました。またいくつ海底神殿攻略する気なのよ。わかりません。私まだスポンジの部屋見つけたことないんです。さて、地図16枚目に戻ってきました。ここの上コースを埋め終わるまでにジャングルが見つからなければ、今回の遠征は不発です。ひとまず海底神殿は8カ所目ね。さて、東の遠征の最後の最後ですが、やっと出くわしました。キノコ島？今度こそ、赤い巨大キノコも生えているキノコ島です。赤いキノコも建築ブロックなので見つけられてよかったです。どうでもいいけどジャングル見つけなさいよ。なんか、無理な気がしてきました。さてキノコ島の周辺は地図を埋めました。少しわかりづらいですが、この地図のエリアはキノコ島が2カ所もある珍しいエリアだったようです。そしてここはジャングルが存在しない珍しいワールドだったのね。いやそれは困ります。さて、念のため樹氷表現を探してみたのですが、予感の通り不発です。拠点に戻ります。で、早速21枚の地図を並べて飾ってみて、今後の計画を考えているところです。これだけ調べてジャングルが発見できないのなら、発見まであと何枚かかるか怖くなってきます。まだ見つかること前提で考えてるのね。なんかもういっそジャングルもビーコンも本投げて、今集められる建築材でできる限り建築してしまうのもありでしょうか。いくらなんでも建築が滞りすぎだものね。ただ建築優先にするにしてもネックになるのが、やっぱりサバンナ大地です。削る時には採掘用ツルハシを使わないと辛いですし、修繕で繰り返し経験値を消耗します。手っ取り早いのがエンドラ討伐で経験値稼ぎってことね。お、これは珍しい。透明雲ね。目だけ見えてしまうのなんでかしら。ドロップした雲の目がなんで透明じゃないのか突っ込まれるのが辛いからでしょう。さてエンダーマン5体倒してパール2つゲットです。確率通りですね。もう2晩くらい戦ったらエンダーパールの数は十分そうね。夜になる待ち時間の暇つぶしに、将来の北方面の遠征を考えて額を並べておきました。北の遠征が終われば地図は27枚になるんですよね。で、ふと思ったのですが、27枚も探索したらジャングル出るんじゃないでしょうか。気のせいでしょ。いや、やっぱりそろそろ出ますよ。今まで出なかったのがおかしいだけです。北の探索して、万一それでもジャングルが見つからなかったら、今度こそ本土建築を再開します。馬鎧レースは鉄が先頭、市場審査で金となっています。さて出発です。北の遠征ついでに一夜野戦し、あとリスポーン拠点でエンチャントもしてきます。エンダーマンは豊作で、7体倒してパール3つゲットしました。運が良ければもう数足りるわね。うおーしい。ドロップ増加2ですか。エンチャントもなかなか進展ないわね。結局ここでは耐久力3のツルハシを入手しました。さてここからが地図22枚目です。頑張っていきます。どうもここも広い海洋のようで、5分で西側を通り抜けて地図23枚目に進みます。そして23枚目も広い海洋のようで、もうキノコ島が出る予感しかしないわね。さすがに3カ所も見つけたくないですよ。24枚目に入ってすぐに村を見つけたのですが、もはや気分が乗らなかったのであまり調べませんでした。
まずまず広い寒い地高を見つけて25枚目へと進みます。で、25枚目に入って3分ほど進んだところで、やっちゃったわね。これが、赤い巨大キノコだけしかないキノコ島でした。私今まで知らなかったのですが、どうもキノコ島には赤いキノコだけ、茶色のキノコだけ、その両方がある、という3種類のものがあるようです。で、キノコ島を後にしてさらに12分後、もはやちっともこれっぽっちも望んでいない、3カ所目でいいのかな、のメサを見つけてしまいました。もう、どうしようもないわね。げんなりしたところで今回はここまでです。ちなみにこの後30分ほどプレイを進めていますが、ジャングルはなかったです。次回はどうせジャングルは出ないので、拠点に戻ったら経験値尽きるまで建築作業です。余裕があったらネザーでブレイズロッド取ってきます。まあジャングルの未練を打ち切った方が無難ね。それではまたね。バイバイ。